今回ご紹介したいのは、奥野隆さんです。1974年4月8日生まれ、高知県出身。会社経営者で銀座の高級会員制サロン、銀座一徳のオーナーです。また、ごぼうの党党首であり、今回の X の投稿は2025年1月10日、現在113万人もの人が閲覧しており、大反響を集めています。ウィニー事件を知ってますか？東京大学の天才プログラマーが警察と検察の捏造調書で陥れられて、無実を証明するのに7年の時間を要し、ようやく教授職に復帰したら半年後に突然死で他界された事件です。世界の IT 技術の最先端を走っていた天才プログラマーでした。42歳の若さでした。そもそも40代で人が死ぬ確率は 0.96%、自然死となれば何%の確率なのでしょうか。もちろん警察は上から命令されただけで、検察の大義名分があると信じ込まされて、突然死に見せかけるのは別動隊です。指揮者はいるけど真の目的を知らされるわけではありません。自分のパートをうまく奏でれば良い作品になるのだと思い込んでいるのです。このやり方で日本は取り返しのつかないところまで来ました。ウィニー事件とは一体何だったんでしょうか。今からおよそ20年前、革新的なコンピューターソフトウェア、ウィニーが開発されました。ウィニーとは、ユーザー同士で直接データのやり取りができるファイル共有ソフトのこと。当時、ネット掲示板2チャンネルに公開されると、無料であることも伴って柴叩く間にシェアを拡大。開発者の金子勇氏は、天才プログラマーと呼ばれました。映画や音楽、そしてゲームなどが簡単に交換できるという画期的なソフトでしたが、悪用が後を絶たず、開発者が逮捕されるというネット史上最大の事件になりました。この事件が残したものとは一体何だったのでしょうか。2004年5月、金子さんは京都府警に逮捕されてしまいます。容疑は著作権法違反の幇助です。無罪判決が確定するまでには7年半もの年月がかかりました。金子さんは2011年に無罪が確定しましたが、2年後の2013年に急性心筋梗塞のため42歳で亡くなりました。このような日本の優秀な技術者を日本が潰したと言えると思います。奥野さんはこのことを訴えたいのだと私は思いました。この技術さえ潰れてなければ日本経済もと思うと亡国の闇を感じますね。奥野さんはさらに X でこう記しています。昨年2024年4月23日にスタック細胞の特許が公開されました。出願者に名を連ねるのはハーバード大学のバカンティ教授。最後までおぼかた論文の正当性を主張していたおぼかたさんの先生です。仲間、裏切り者の圧力に負けるなとエールを送られてました。利権の共同著者が自殺という形で亡くなって、おぼかたさんをすべてのメディアが悪者扱いでしたが、10年の時を経てスタック細胞は特許として認められたのです。Google パテントで1196万3977と打ち込めば英文ですが読めます。あれだけ一斉に全メディアに嘘つき呼ばわりされて叩かれたのに。スタック細胞は確かに存在する。と特許を取得したバカンティ教授は京都で講演されました。知りすぎた男たちは死にます。東京大学の坂村健教授を知ってますか？トロン。OS の開発者です。レクサスのエンジン点火プログラムや障害物を避ける自動ブレーキ、カメラのオートフォーカスや炊飯器の圧力と温度調節、スマホの機能を動かしているのもトロン。惑星探査はやぶさ2号もトロンで制御されています。ホンダのアシモくんの OS が Windows でよちよち歩きだった頃、坂村博士は、トロンを使えばアシモくんは最初から走っていた、と言われていました。新幹線の車内で瞬時に空いてる席を検索して車掌の端末で発見するシステムもトロンが制御しています。この世界一優秀な国産 OS をパソコンに標準装備しようとした時に動いたのはアメリカです。1989年4月に米国通商代表部がトロンを不公正貿易障壁の候補として指定しました。Windows を勝たせるためにアメリカが動いたのです。1989年といえば世界企業ランキングベスト10のうち7社が日本企業でした。現在のベスト10は GAFAM の5社とテスラなど4社すべてアメリカ企業。唯一ランクインしてるのはサウジアラムコだけです。圧力をかけたり殺したりしないと勝てないアメリカ。ある。ウィニーとトロンに圧力をかけてなければ ITUME や Windows の接点はなかったとも言われています。実は20年前の日本は IT 技術でトップを走っていました。キル・ゲイツと坂村博士との違いは坂村博士はトロンをすべて無償提供したことです。
エアコンや炊飯器やスマホ制御まで電化製品が考えたり連動したりする分野のシェア6割は坂村博士のトロンです。人々の暮らしが良くなってほしい。もちろん Windows よりも圧倒的に優秀な OS を無償提供で PC に装備していたなら、キル・ゲイツが長者番付に。ビル・ゲイツですね。すいません。すみません、こんな話もあります。2008年まで77年連続で新車販売台数世界一だった GM、ゼネラルモータースに、トヨタが2008年と2009年と勝ってしまったのです。2010年に何が起こったか知ってますか？トヨタ社の急発進リコール問題です。すべてのアメリカメディアがトヨタを一斉に叩いて、豊田章男社長はアメリカの聴聞会に呼び出されて泣いておられました。和解金として3000億円を支払わされた後から、結局トヨタ社に欠陥はなかったとなりました。なんじゃそりゃ。そして2011年に GM は再び世界一に返り咲くのです。よかったね。2016年アップルが一度も勝てなかったサムスンのギャラクシーが爆発しました。車や家が吹っ飛ぶ映像が YouTube で流れました。まるで映画のように爆発してます。35台のギャラクシーが爆発したとのことでサムスンは250万台のリコールを決めました。サムスンは2日間で時価総額を2兆円以上失いました。そして2017年に初めて iPhone がギャラクシーを倒して世界シェア1位に輝きます。おめでとう。嬉しい。が大統領になっても CIA の破壊工作は続くのでしょうか？スティーブ・ジョブズは自著の中でコカインと LSD を使って iPhone を考えたと告白してるので、経営者として別に尊敬できないし興味ないし、買い替え需要促進のためにわざと画面が割れやすく作るような考え方の企業が嫌いなので、今日まで一回も Apple 社の製品を使ったことはないですが、スティーブ・ジョブズが亡くなる前に書いた最後の手記は好きです。私は人類史上一番物を売った人間としてビジネス界の頂点に君臨した。しかしビジネスを除けば喜びの少ない人生だった。人生の終わりになると私が積み上げてきたものや富や承認欲求など、私が誇っていたことは色褪せて何も意味がないように感じる。暗闇の中で生命維持装置のグリーンのライトが点滅するのを見つめて。機械音だけが耳にこだまする。神の息吹を感じる。死が近づいてくるのがわかる。今ようやく理解したことがある。十分な富を築いたなら富と関係ないことに時間を使うべきだ。人間関係や芸術や若い頃の夢でも良い。終わりのない悪なき富への執着は人を歪ませてしまう。神が与えてくれたのは富によってもたらされる幻想ではなく、愛を感じれる感覚なんだ。私が勝ち得た富は持っていけない。私が持っていけるものは愛情に溢れた思い出だけだ。愛が詰まった思い出こそが人生の豊かさであり、ずっと一緒にいてくれるものであり、あなたに力を与えて正しい道を照らしてくれる。愛は時間と距離を超越するんだ。人生に限界はない。やりたいことは何でもやればよい。見たい景色はすべて見ればよい。すべての答えは実は心の中にあるんだ。もう手にしてるんだよ。物質的なことは何度でも見つけられる。でも失ったら二度と手に入らないこともある。人生だよ。命だよ。あなたの人生が今どのようなステージであったとしても、いつか必ず終わりが来る。家族の愛情を大切に、恋人との時間を大切に、友人との時間を大切に、あなた自身を大切に、そして他人に親切に。スティーブ・ジョブズ。今回の奥野さんの X113 万人が閲覧されている件、日本人に大切なことを発信されていると思います。日本は失った30年を取り戻すため、何をしなければいけないのか、亡国の言いなりで良いのか、私としては考えるきっかけになる投稿でした。あなたはどのようにお考えになりますか？概要欄にコメントいただけますと嬉しいです。動画をご視聴いただきありがとうございます。